ごきげんよう、上川薫です。今回取り上げるのは、ウクライナ情勢、アメリカとドイツの軍事支援の近況について取り上げていこうと思います。まず最初に言っておきますが、プーチン大統領は当初、戦争が長期化すれば、欧米は支援疲れを起こして、ウクライナに対する軍事支援はいずれ細ってくるだろうという予想をしていた、そのように伝えられています。しかし現実においては、全く真逆の現象が起こっていると言えるでしょう。軍事支援の質は少しずつ段階を追って上がっており、プーチン大統領にとっては非常に苛立たしい日々になっているかもしれません。それでは早速アメリカの軍事支援から見ていきましょう。アメリカ国防総省が第31次のウクライナ支援の内容を発表しました。ウクライナに対して防空システムと長距離射撃能力がウクライナに送られるとタイトルをつけています。今回の支援は最大4億2500万ドルに相当する大統領権限に基づく米軍在庫の引き渡しとウクライナ安全保障支援イニシアチブの資金17億5000万ドルが含まれます。これらは合計して日本円で約2800億円の軍事支援です。まずは米軍の在庫、今あるものをウクライナへとどんどんと送ろうというものについての一覧。ハイマース用の追加の弾薬、155ミリ榴弾砲の砲弾、迫撃砲の砲弾。そして、ウクライナに対する無人攻撃機による攻撃があるために、これに対応するための熱画像照準器を備えた190の重機関銃。そしてもはやニュースにもならなくなった装甲変異輸送車181両、対戦車ミサイルジャベリン250発。そしてここからが今回の軍事支援の目玉となります。ただし、米軍在庫からの引き渡しと違って、ここから先の軍事支援品については、まずメーカーに発注して、契約に基づいてメーカーが用意した上でのウクライナへの供与となります。ですから、今あるものではないといったこともあるため、実際にウクライナに渡るまでは少し時間がかかるものです。今回の目玉、射程150キロの精密誘導ロケット、ニュースなどでは GLSDB と紹介されるものです。これはアメリカがクラスター弾の廃棄予定のため廃品となるロケットモーターとアフガニスタン紛争で余った小直径爆弾、これを組み合わせた誘導ロケットです。製造はボーイング社が行いますが、これから製造ラインを立ち上げて実際の製造に取り組むという話なので、実際の引き渡しは今年の秋口ではないかと言われています。そのため、この春夏のウクライナ軍は従来のハイマース用の弾、射程距離90キロの弾で何とかしのがなければなりません。その他、対空ミサイルや対空砲、対空レーダーや対砲兵レーダーなど様々なものが発注されています。実際にウクライナに引き渡されるまでに時間がかかるといったこともあるので、すぐさまウクライナ軍の戦力増強にはつながらないものがちょっと多いかなと思うのですが、しかし確実に軍事支援のレベルが上がっているのは確かなので、今後ウクライナの戦況が悪化した場合においては、射程300キロのエイタクムスの供与も検討される時期が来るかもしれません。アメリカの軍事支援はかなり手堅い内容で、目立ったものとしては射程150キロのロケット弾が含まれていることです。これは今までにも供与するだろうと言われていて、なかなか正式発表されなかったものなので、ようやく今回発表されたことにより、ボーイングが製造に取り組むこととなります。アメリカにおいては軍事産業は国有化企業ではありませんから、ボーイングにこれから作ってねという契約書を取り交わし、実際のお金が渡ってからの製造となります。ですから、民間企業への発注はどうしても時間がかかるものです。そのため、射程距離150キロの弾がさあつくんだと今発表されたとしても、実際の戦場において効果が発揮されるのは秋から冬にかけてとちょっと先になるのは少し残念なところです。それだけにすでに在庫が豊富にある射程距離300キロのエイタクムスが渡ることがウクライナにとっては最良の道だったと言えるでしょう。さて、アメリカ以外の軍事支援としてはイギリスやフランスなどもあるのですが、やはり何といっても戦車供与を決めたドイツの動きはウクライナ支援にとってかなり広範に影響を与えています。特にレオパルト2戦車の供与を決めたことによって、じゃあそれよりも古い戦車やそれ以外の戦闘車両についてもウクライナに供与しても良いよねという動きが広がっています。まず第一にレオパルト2についてはドイツ自身も供与するし、それぞれ保有している国がウクライナに供与することについてドイツは許可すると正式発表しています。それに伴って戦車連合から何両渡りますよといった数が発表されています。
おおむね今のところは100から150両程度のその中において収まるだろうとは言われているのですが、倉庫に置いてあるものについても整備した上でウクライナへ送ると言っている国などもあるため、今後もレオパルト2のウクライナ供与の数は少しずつ積み上がっていくと思われます。一方において、レオパルト2のその前、レオパルト1について、ドイツはウクライナに対して供与しても良いと許可を発表しました。これはすでにレオパルト2が OK しているんだから、それよりも古いレオパルト1を断る理由がないからです。そこで、まず第一にレオパルト1の最大の供給をしようとしているのはドイツ自身で、メーカーが保有しているレオパルト188両をウクライナに供与する準備があると発表されています。もちろんこれには整備にも時間がかかるため、さあ今から全部を渡すといったことは当然のようにできないわけですが、レオパルト2が渡った後にレオパルト1もだんだんと渡っていくという時間のズレが発生します。なお、レオパルト1は当然のように一つ前の戦車ですから、レオパルト2には当然のように性能で劣ります。そのためインターネット上では廃品処理だといったようなレオパルト1に対する侮辱の声も結構聞こえるわけですが、実際の戦場においてはありとあらゆる兵器が運用次第でいくらでも役に立つものです。例えば、レオパルト1の場合であれば、現在の主力戦車からすれば明らかにその質は下がるものです。ところが、じゃあそれ以外の相手であればどうかといえば、まだまだ有効性は非常に高くあります。例えば、主力戦車より劣るものとして歩兵戦闘車と同列に扱ってロシア軍と戦うのであれば全く問題はないでしょう。ロシア軍の歩兵戦闘車や装甲変異輸送車、そして対戦車兵器の欠けている歩兵であれば全く問題なく戦えます。また、ドイツのメーカーではなく、他にも退役したレオパルト1戦車を大量に保有しているベルギーの会社は、100両のレオパルト1を誰か買って、ウクライナに供与してもよいよとセールスをかけているそうです。これは、退役したレオパルト1をものすごく安く1両300万円程度で購入し、それを何千万円でなんとか転売できないかなという、いわば一発逆転を狙った勝負をその会社はしたそうなのです。現在のようにドイツ政府がウクライナへの戦車供与を認める、その話が出るまでは全く誰も興味を示さなかったそうなのですが、今回レオパルト2の供与が決まった後においては、古い戦車を近代化改修してウクライナに供与する、そのような選択肢もあるのではないかということで、ベルギー政府が値段交渉を行っているそうです。先ほどのドイツの製造メーカーが保管しているものに比べると、民間企業が保有しているものを政府が買い上げて整備して、さらにそこから近代化改修といった具合にして、値段交渉や整備の手間なども考えると実現するかどうかについては今のところ不透明です。しかし、他にもレオパルト1を倉庫で眠らせているような国も他にもあるでしょうから、実際供与の動きが進めば、部品取りのような、いわば戦力ではないんだけれども、役に立ててくださいと供与を申し出る国も出るかもしれません。このようにドイツがレオパルト2を供与する決定を下したことによって、それ以前の戦車にも光が当たったわけです。ウクライナにとってはたとえ古い戦車であろうとも、現在戦闘が収まっている国境警備隊への配属であるとか、使い道はきっと色々あるでしょうから、供与するとなればこれを歓迎するでしょう。もちろん整備は大変になるわけですが、大変になるからといって戦力を無限に断ることもないわけです。そして、こうしたドイツの決定に伴って欧米製の戦車がウクライナに供与されるとなって、プーチン大統領はかなりお冠のようです。旧スターリングラードでのプーチン大統領の声明においては、第二次世界大戦に続いて再びナチスが台頭し、ドイツ製戦車が我々を襲ってくるんだという被害者丸出しの無茶苦茶な理論でドイツを非難しています。プーチン大統領は、たとえドイツ製戦車と戦うこととなっても、ロシアにはこれに対抗する力があるという話をしていました。欧米のニュースではこれを核兵器を使うかもしれないと、いわば脅しをかけているのではないかといった感じで報道していますが、私から見れば、現在プーチン大統領の持っている実際に使えるカードとしては人海戦術を多くの戦線で実施する。多分それぐらいしかできないのではないかと思います。ただし、こうした人海戦術、明らかにロシア軍の方が圧倒的に戦死者が増えるということから、YouTube 上の動画においてはロシア軍を罵倒するような動画が多発されているわけですが、私はこのような
相手を侮る話を真に受けるべきではないと思います。現代においても人海戦術は非常に有効な戦略です。ただしそれは人命を明らかに軽視する戦術上の評価としては愚劣と言えるようなものであってもです。少なくとも攻撃を受ける側としては兵士たちの消耗は非常に激しいものとなります。精神的な消耗だけではなく実際に肉薄されれば多くの兵士が死傷することとなるからです。ましてや、第一次世界大戦時の突撃と少し違うのは、その突撃を支援するような形で後ろには対砲兵レーダーがあって、ウクライナ軍が砲撃したら、これを狙って砲撃するようなロシア軍の砲兵部隊もいるといった具合にして、必ずしもワンサイドゲームにならないということです。しかも、砲弾というのは第一次世界大戦当時からすでに大量生産するやり方そのものは確立されているものです。精密誘導兵器はハイテク製品の塊だと言われますが、一方において砲弾は現在のロシアでも難なく大量生産できるものです。ですから人海戦術と枯れた技術で大量生産できる砲撃を組み合わせることによって、たとえ一人一人の兵士の装備が貧弱であったとしても、それでもなおウクライナ軍に対する圧力を高めることはプーチン大統領にとっては今のところ可能なのです。兵士が大量になくなっても構わないと考えるロシア側の戦略思想というものを決して侮ってはいけません。ただし、そのような戦略思想というのは、ウクライナ軍の戦力が増強されていけばこれを乗り越えることもできます。だからこそ、ウクライナに戦車が大量に届く、それまでの間はかなり辛抱をしなければなりません。ウクライナ情報当局は、去年の2月24日に本格的な侵攻が始まったことから、今年もまたその時期に向けて、ロシア軍が大規模攻勢を仕掛けてきて、1年経ったその日にプーチン大統領が何らかの成果を発表するのではないかと言われています。そのため今月はロシア軍の大規模攻勢の兆しに非常に注意しなければならない。そしてそのようなことが実際に起こり得る月だと言えるでしょう。それでは動画は最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックと感想コメントよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。